モテーブ、かごめみこです。本日はオーバーロード、クレマンティーヌのフィギュアを作成します。では、造形スタート。クレマンティーヌは大好きなキャラクターなので、最初にフィギュアとして作るキャラクターに決めていました。一気に出てきたキャラクターではあるものの、オーバーロード4期でもクレマンティーヌの武器が出てきてテンション上がりましたね。また、彼女はモモンに武器や戦士としての戦い方の基礎を学ばせた重要な存在でもあります。クレマンティーヌを主役にしたゲームも Steam から販売されているので、彼女のファンはチェックしてみてください。そしてオーバーロードの映画西王国編の制作も発表されましたので、まだまだ目が離せないアニメです。今まで倒した冒険者のプレートを鎧につけているところもクレマンティーヌのチャームポイントですよね。このプレートの細部がきちんと 3D プリンタで再現可能なのか、プリンタを購入する前からワクワクしていました。鎧から具足具まで彫り込みや装飾があって凝った作りになっていますし、でもそんな格好にもかかわらず格好良さの型が際立ちます。彼女の鋭い目つきと携えた一つ武器、プレートを打ち込んだ鎧、こういった組み合わせがグッとキャラクターとしての魅力を高めていると感じます。造形風景派カットや倍速を多用します。絵面が地味というか、基本的にはベースとなる人型のサブツールを読み込んで粘土をこねるように少しずつ形を変えながら見た目を寄せていきます。ちなみに今画面に映っているクレマンティーヌの体は私かごめみこの体を元にして作っています。大好きなキャラクターの体の元になれると思うとなんだか興奮しますね。意味不可。やっぱり鎧とプレートの組み合わせがいいですね。プレートも物をある程度自動で並べる機能があるのですが、使いこなせないので手作業で配置しています。ガータベルトや靴の装飾まで時間はかかりましたが、割としっかりできてよかったです。この辺りでデータをじっくり見てみましょう。造形データの作成時間は体感ですが全部で60時間程度だったと思います。キャラクターの作成に慣れていないのと大量のプレートの配置に手間取りました。でもまだまだ終わりじゃないんだよ。クレマンティーヌの真似、次の工程に入る前に小休止、足元からねっとりと眺めましょう。ガーターベルトカーラーのへそ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 谷間、そして鋭い眼光、目は特に細かいので手先が不器用な私だと目の塗装は不可能だと早々に判断しました。そこで目は部位ごとにサブツールを分けて、そこにアニメ調のマテリアルを適用、レンダリングした画像をプリントしてフィギュアに貼り付けるデカールにしました。ここから 3D データをスライサーと呼ばれるソフトに移してプリント可能な状態にします。一つ武器が造形可能範囲からはみ出てしまい、何度も向きを変えまして、その度にサポートを設定をやり直します。サポートはラフとあり太め玉のド安定設定です。結局どんなにサポートを細めにしてもサポートの後は造形物につきます。サポートの数を減らすと接触面は綺麗になりますが、印刷失敗率が上がってしまいます。失敗するたびに印刷に6時間、またレジンも消費してしまうのでもったいないです。そうこうしているうちに出力が終わりました。私今まで偉そうに語っていましたが、実は 3D プリンターを使うのは初めてです。小さなテストプリントを除いてですが、レジンの消費量で嬉しい誤算がありました。高さ約 20.5cm の8分の1スケールのフィギュアで 110ml 程度でした。この水洗いレジンは現在1リットル5000円なので、フィギュア1体が約550円で作成可能です。ただ消耗品を考えるともう少し費用はかさみます。レジンでヌルヌルしているのでサポートを剥がすのに手間取っています。出力後に軽めに水洗いしてからサポートを取った方がいいかもしれません。はい、失敗しました。これは 3D プリンタが悪いのではありません。私の経験不足が原因です。データを作るときに服は当然薄めに作るのですが、 3D ソフト上では問題ない形状でも実際に印刷すると厚みや強度が足りずにちぎれたり
穴が開いてしまいます。印刷直後は水に濡れた状態で捨てていますが、水分が抜けた後に触ると強度が足りないので割れることもあります。何箇所も破れているので補修は困難。あとプレートから 3mm 程度浮かせていたのですが、背中や髪が平らに潰れています。これは原因不明です。しかし 5mm 程度浮かせたらこの現象は起こりませんでした。造形物を箱に入れて風を当てて丸1日半以上乾かします。服の厚みを足して再度印刷しました。今度はきれいにできました。印刷物を完全に乾かしたら2次硬化させます。レジンが固まるライトが並んだテープを箱に貼り付けています。光が反射するようにアルミテープも貼っています。箱の蓋部分に造形物を置きまして、時々姿勢を変えながら合計10分程度ライトに当てます。プレートが数枚外れましたが、これも食い込みが足りなかったせいで私のミスが原因です。えぐれている部分はレジンをスポイトや楊枝で付け足してブラックライトを当てて硬化させます。もう少し追加でヤスリかけします。今現在クレマンティーヌを出力してから1ヶ月以上経過していますが、ひび割れや印刷物の縮みはありません。水洗いしてからしっかりと乾かしたのが良かったのかもしれません。背面はまだサポート痕が目立ちますね。最初に印刷に失敗した鎧からプレートを取って移植します。ニッパーでプレートを外して瞬間接着剤で貼り付けて失敗しました。接着剤が固まっても透明にならずに白っぽさが目立ちます。塗装すれば白っぽいのも隠れるだろうと高をくくってましたが、人生初塗装だったので思うようにできず半泣き状態。この辺りで自らの心の折れる音が聞こえました。ただ同時に塗装ができないのに模型部を語るのは模型部の直れだと思い直しました。結局溶剤を塗って塗料を剥がしました。今回は未塗装の状態で区切ります。もう少し塗装の練習してから塗装会として改めて動画にします。接着剤の白っぽいのは溶剤とヤスリかけで少しだけ綺麗になりました。デカールの作成工程はデカール張りに集中しすぎてろくに取れてなかったので、別の回でまた解説したいと思います。自作したデカールにスポイトで水をかけて白目の位置にマークセッターを塗ってデカールを貼り付けます。二次硬化用のボックスやいろいろなものを制作したのでオーバーロード4機の放送中に間に合いませんでしたね。映画の公開がいつか不明なので、それに合わせて誰か制作したいです。アウラとマーレやコテュートスがナザリックの中で特に好きです。人間サイドだとブレイン・アングラウスが魅力的です。シャルティアと開口してからの心情の変化や人間としての成長がブレインを通して感じられて好きです。シャルティアのでも私が測れる強さの物差しは1メートル単位、1ミリと2ミリの違いってわからないというセリフは強烈に印象に残っていますね。あと爪切りもこの動画をご覧いただいている方でオーバーロードを見ていない方はいないと思いますが、映画の公開前に1期から見てほしいですね。ぜひとも。紆余曲折ありましたが、とりあえず形になりました。台座も作成してフィギュア本体とレジンで接着すればよかったですね。台座も塗装会で用意して塗装と合わせて仕上げます。ただこの未塗装状態も造形物の細部が際立つような感じがして好きです。塗装下手くそ部のみこちゃんとしてはいつか塗装をきれいにしてみたいという目標ができました。しかし同時に手先不器用部
の部員でもあるので、徐々に塗装に慣れていければとも思っています。筆の扱いが難しい、初めてのことばかりでしたが、自分の作成したデータが目の前に実物としてあり、触れるというのは不思議です。背中側もディティールがきちんと再現されていますね。サポートの後も比較的目立たないと思います。3時間以上休った回がありました。出力後と比べてかなり滑らかになりましたね。何よりクレマンティーヌを形にできてよかったです。ご視聴ありがとうございました。